こんにちは。今日はコンビニの話をしたいです。皆さん、コンビニって知っていますか？本当の名前はコンビニエンスストアですね。コンビニはいろいろなものが売っているチェーンのお店です。私は毎日のように行っています。日本のコンビニは24時間空いているんですよ。朝の5時でも夜の2時でもいつでも行けます。これすごくないですか？しかも日本には今コンビニが5万7千くらいあるんです。5万7千ですよ。大きい町ではもうどこに行ってもコンビニがあります。家の近く、駅の隣、家のそば、歩いて3分ぐらいで見つかることもあります。違うコンビニが2つ隣同士で並んでいることもあります。そんなに近くにいらないでしょって思うけど、全部ちゃんとお客さんがいるんですよ。大きいコンビニはセブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、この3つが有名です。私はローソンによく行くかな。でも、セブンイレブンもファミマも好きです。ファミマっていうのはファミリーマートのことです。みんな短くファミマって言います。あと、私はセブンイレブンをセブンと呼んでいます。で、コンビニって何がすごいかっていうと、ただのお店じゃないんですよ。食べ物を買うだけの場所じゃなくて、もっといろいろなことができます。例えば、お金を下ろしたり、荷物を送ったり、住民票っていう大事な紙をもらったり、住民票は自分の住所が書いてある紙です。パスポートを作る時の本人確認や引っ越しの時の住所変更に必要です。今は住民票は役所に行かなくてもコンビニでもらえるんですよ。これ最近知ってびっくりしました。で、アメリカにもコンビニありますよね。でも、ちょっと違うんですよ。私がアメリカのコンビニの写真を見たとき、なんか新鮮でした。日本のコンビニはもっとたくさんのサービスがある感じがします。で、今日はそのサービスの話をいっぱいしたいんですけど、まず食べ物の話からしますね。
コンビニの食べ物、本当に美味しいんですよ。お弁当とか、おにぎりとか、サンドイッチとか、卵サンドイッチは観光客の人たちにもとても人気がありますよね。お弁当はご飯とおかずが一緒に入ってる箱です。コンビニに行くとお弁当がたくさん並んでいます。唐揚げ弁当とか、生姜焼き弁当とか、海苔弁とか、500円から700円くらいで買えます。レジに持っていくと、店員さんが温めますかって聞いてくれるんですよ。レジっていうのは、お会計をするところです。温めますかって聞かれたら、はい、お願いしますって言えば大丈夫です。そしたら、店員さんが電子レンジで温めてくれます。で、おにぎりもすごく美味しい。100円から200円くらいでいろんな種類があります。ツナマヨとか、鮭とか、梅干しとか。私はツナマヨが一番好きです。で、最近コンビニの冷凍食品がすっごく人気なんですよ。冷凍食品は凍った食べ物です。家に帰って電子レンジで温めて食べます。最近はラーメンとかパスタとか一つで全部入ってるものが人気です。お皿もいらない。容器のまま食べられる。これ本当に楽です。私はローソンの冷凍の醤油ラーメンを食べたことがあるんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。コンビニの冷凍食品がレストランの味みたいになってきてます。あとね、コンビニのスイーツも有名です。プリンとか、シュークリームとか、ケーキとか。これが本当に美味しいんですよ。季節によって限定のスイーツも出たりします。今、日本は春なので、桜のスイーツがたくさん売られています。それと、コンビニのコーヒーも美味しいです。100円くらいでカフェみたいなコーヒーが飲めます。機械にカップを置いてボタンを押すだけ。それかお店によっては店員さんが機械でコーヒーを作ってくれます。朝仕事に行く前にコンビニでコーヒーを買ってる人すごく多いですよ。特に駅の近くのコンビニは朝コーヒーを買う人でいっぱいです。で、食べ物の話をしてたら
お腹が空いてきたんですけど、食べ物以外の話もしたくて、コンビニでお金を下ろせるって知っていましたか？ ATM っていう機械がコンビニの中にあるんですよ。銀行に行かなくてもコンビニでお金が出せます。しかも24時間使えることが多い。夜中にお金が必要になってもコンビニに行けば大丈夫です。日本に来た人はこの ATM をよく使うと思います。海外のカードでも使える ATM が多いです。セブンイレブンの ATM は特にいろいろなカードが使えます。で、コンビニにはマルチコピー機っていう大きい機械もあります。コピーができるんですけど、コピーだけじゃないんです。例えば、コンサートのチケットが買えます。映画のチケットも買えます。飛行機のチケットを印刷することもできます。この機械、本当にいろいろなことができるんですよ。私、初めて使ったとき、こんなこともできるの？って思いました。それと、荷物の話もしますね。コンビニで荷物を送ることができるんです。箱を持って行って、レジで送りたいですって言えば大丈夫。あと、インターネットで買い物した荷物をコンビニで受け取ることもできます。家にいないとき、これがすごく便利なんですよ。注文するときに、コンビニで受け取るを選べば大丈夫です。そしたら、好きな時間にコンビニに取りに行くだけ。仕事が忙しい人は夜中に取りに行くこともできますね。私も最近コンビニ受け取りをよく使ってます。で、今47% くらいの人がコンビニでキャッシュレスで支払ってるんですよ。キャッシュレスは現金じゃなくてカードとかスマホで払うことです。ピッてやるだけでお会計が終わります。すごく早いんですよね。あと、電気とかガスとかのお金もコンビニで払えるんです。紙を持って行ってレジで払うだけ。水道の料金も払えます。インターネットの料金も払えます。こういうのを聞くと、コンビニってなんだろうって思いますよね。で、さっきちょっと言った住民票の話なんですけど、住民票ってすごく大事な紙なんですよ。
アパートを借りるときとか、仕事を始めるときとか、いろいろな場面で必要です。前は役所に行かないともらえなかったんです。役所はだいたい平日の昼間しかやってない。仕事をしている人は行くのが大変ですよね。でも今はコンビニのマルチコピー機で住民票がもらえるんです。マイナンバーカードっていう特別なカードを使います。マイナンバーカードは日本に住んでいる人がもらえるカードです。自分の番号が書いてあります。このカードを機械に置いてボタンを押すと住民票が出てきます。朝の6時半から夜の11時まで使えます。しかも土曜日も日曜日も使えます。これすごく便利ですよね。で、もっとすごいのが最近はスマホでもできるようになったんです。iPhone にマイナンバーカードをデジタルで入れることができて、そのスマホを機械にかざすだけで住民票が出るんですよ。これは2025年の夏から始まりました。私、これを聞いたとき、スマホだけでいいのって思いました。カードを持っていかなくてもいい。スマホだけでいい。しかも暗証番号じゃなくて、顔とか指で確認できるんです。すごい時代ですよね。コンビニってもう小さい役所みたいな感じがします。あと、写真も印刷できるんですよ。スマホの写真をコンビニの機械で印刷できます。旅行の写真とか、思い出の写真とか、日本のコンビニは生活に必要なことがほとんどできる場所なんです。皆さんの国にはこういうサービスをしているところはありますか？で、もう一つ最近面白いなーって思ったのが、コンビニのレジが変わってきてるんですよ。最近、セルフレジが増えてます。セルフレジは自分でバーコードを読んで自分で払う方法です。店員さんがいなくても自分でお会計ができます。セブンイレブンとかファミマとか大きいコンビニにはもうほとんどセルフレジがあります。私、最初はちょっと緊張しました。間違えたらどうしようって。でも、やってみたら簡単でした。ピッ、ピッ、ピッって商品のバーコードを読んで、スマホかカードで払うだけ。
お会計が早く終わるから、急いでるときはセルフレジがいいです。あと、もっとすごいコンビニもあるんですよ。カメラとセンサーで自分が何を撮ったかわかる店があります。商品を持ってそのまま出口に行くだけでお会計が終わる。バーコードも読まなくていい。東京のオフィスビルの中とか駅の中にそういうコンビニがあります。でもね、日本のコンビニがすごいのは機械だけじゃないんですよ。店員さんがすごく丁寧です。いらっしゃいませって元気に言ってくれます。お弁当を買ったら、お箸はつけますかって聞いてくれます。温かいものと冷たいものは袋を分けてくれます。お会計の時、お釣りを両手で渡してくれることもあります。こういう小さいことがなんか嬉しいんですよね。アメリカのコンビニはもっとカジュアルな雰囲気がありますよね。それはそれでいいんですけど、日本のコンビニの丁寧さはちょっと新鮮だなって感じます。ありがとうございました。またお越しくださいませ。って言われると、なんか気持ちがいい。あ、そういえば最近ファミマで服も売ってるんですよ。コンビニエンスウェアって言って T シャツとか靴下とかが買えるんです。急に服が必要になった時、コンビニで買える。旅行の時、着替えを忘れても大丈夫。これもすごく人気で、私、コンビニがなかったら生きていけないかもしれない。大げさじゃなくて、本当にそう思います。夜中にアイス食べたいなーって思ったら、コンビニに行けばいい。プリンターで印刷したいって思ったら、コンビニに行けばいい。傘がないってなったら、コンビニで買えばいい。なんでもある。コンビニって友達みたいな存在です。いつでもそこにいてくれる。皆さんが日本に来たら、まずコンビニに行ってみてほしいです。おにぎりを買って食べてみてほしい。セルフレジも使ってみてほしい。マルチコピー機も見てみてほしい。あとね、コンビニに入った時、ドアが開いたら、いらっしゃいませって聞こえます。それが日本のコンビニの最初の挨拶です。なんか温かい気持ちになりますよ。冬の寒い日にコンビニに入ると、あったかくて明るくてほっとします。
肉まんの匂いがして、それだけで幸せな気持ちになる。私は明日も多分コンビニに行きます。朝、コーヒーを買いに行くと思います。100円のコーヒーで一日が始まる感じ？皆さんも好きなコンビニはありますか？セブンイレブン派ですか？ファミマ派ですか？ローソン派ですか？よかったらコメントで教えてくださいね。あと、コンビニで買って美味しかったっていう食べ物があったら、それも教えてほしいです。私も新しいものを食べてみたいので。じゃあ、今日もありがとう。おやすみなさーい。こんにちは。もうすぐ日本ではゴールデンウィークっていう大きい休みがあるの。ゴールデンウィークって短く書くことが多いんだけど、この時期になると人が同じ時にたくさん動くんだよね。駅も道路も急に連休の空気になるの。それで民族大移動って言われることがあるんだけど、最初に聞いたとき、言い方が大きいなって思ったの。でも、駅のホームとか高速のニュースを見ると、確かにってなるの。日本のゴールデンウィークって休みが固まりやすいんだよね。今年2026年は5月2日から6日まで5連休でさ、4月30日と5月1日も休めたら8日休みになるんだって。そういうカレンダーを見ると、なんだかそわそわするよね。で、最近 JTB の話を読んだら、今年のゴールデンウィークは旅行に出る人が2447万人くらいって出てて、そんなにって思ったんだ。国内だけでも2390万人くらいなんだって。日本の半分とまでは言わないけど、かなり多いよね。しかも、近い場所に短く行く人が増えてるらしいの。一泊二日が一番多いって見て、なんかわかるなーってなった。物の値段が上がっているから、長い旅より工夫する感じなのかもね。でも、近くでも出かけたい気持ちは止まらないんだよね。
休みがそこにあると、外に出たくなるし、家でゆっくりしたい気持ちもあるし、その二つが毎年喧嘩してる気がする。でね、私が一番気になるのは、なんでこんなに同じ日に動くのかってことなの。みんな考えること、そんなに同じなのかなって。でも、ここに日本の休みの形が出てる気がして。それがさ、高速道路を見ると、もっとはっきり見えるんだよね。この前、高速道路の今年の予想を見たんだ。10キロ以上の渋滞が全国で375回もある見込みなんだって。しかも去年より2割くらい多いらしくて、数字だけでもう長い列が見えるよね。私、サービスエリアが好きなんだけど、好きだからこそ、ゴールデンウィークは怖いなーって思うの。トイレも、店も、全部人でいっぱいになったりするでしょ？でも、賑やかさ、ちょっと夏祭りみたいで、大変なのに少しだけ楽しい感じもあるんだよね。今年のゴールデンウィークは5月2日から5日が特に混みやすいらしくて、やっぱり後半の連休にみんな集まるんだなーって思った。朝早く出れば大丈夫かなって考えるけど、多分同じことを考える人が多いんだよね。それで朝からもう混むんだろうなーって。車で帰省すると時間が読みにくいのがきついよね。あと30分で着くかなって思っても、そこから1時間、2時間って伸びたりするし、でも不思議でさ、そんなに渋滞が嫌なら日にちをずらせばいいのにって思うじゃない？それがなかなかできないんだよね。学校の休みも会社の休みもだいたい同じだから、親の休みと子供の休みが合う日ってそこしかないことが多いし、おじいちゃん、おばあちゃんの家に行く日も自然とそこに集まるの。それで
道路が一本の川みたいになるんだよね。車の列がずーっと続いてて、テレビで上からの映像を見ると、毎回ちょっと笑ってしまうの。うわー、本当に動いてないって。でも、その中に自分の家族みたいな人がたくさんいると思うと、なんか日本の連休って行事みたいだなーって感じるんだ。しかも車だけじゃなくて、新幹線も同じようにぎゅっと集まるんだよね。今年の新幹線もかなり早く埋まってるって見たよ。JR 東日本では4月の早い時点でも予約が128万席くらい入ってたんだって。新幹線だけで102万席って聞いて、すごいなーってなった。下りのピークは5月2日で、昼過ぎまでほぼ満席の列車が多いらしいの。これ、駅で聞いたら、うわーってなるよね。まだ大丈夫かなって思っても、もう席がないこともあるの。上りは5月5日が多くて、帰る日までみんな近いのが面白いよね。行く日も帰る日もなんか空気で決まってるみたい。それに、のぞみは今年もゴールデンウィークの間、全席指定なんだよね。4月24日から5月6日までって見て、ゴールデンウィークのための特別な形なんだなって思った。自由席でふらっと乗る感じじゃなくて、ちゃんと前もって決めてねっていう空気を感じるの。でも、それでも席が欲しい人は早く動くし、早く動く人が多いから、また混むんだよね。こういうのを見ると、日本では休みの日が重なりやすいんだなって思うの。仕事でも学校でも同じ日を休みにする形がまだ多いから、その分街のリズムも揃うんだろうね。休むならみんなで休む。動くならみんなで動く。それって少し
大変だけど、なんか文化っぽい感じもするんだ。お正月の帰省もそうだけど、ゴールデンウィークって遊びだけじゃなくて、家族の時間でもあるでしょ？会いに行く約束が入ると、日にちをずらしにくいし、子供の日は子供といたいとか、5月の気持ちいい天気で出かけたいとか、そういう小さい気持ちが同じ方に集まって、気づくと駅の中まで連休らしい空気になってるんだよね。で、ここからが私ちょっと好きな話なんだけど、なんでみんな同じ時に休むのかってカレンダーを見るとわかりやすいの。4月29日は昭和の日で、5月3日、4日、5日も祝日なんだよね。今年は3日が日曜日だから、6日も休みになるの。だから後半にきれいに休みが並ぶんだ。この並びを見ると、休んでいいよって言われてる感じがするよね。日本って学校も会社も一年の始まりが4月でしょ？ 4 月って新しい生活で結構疲れるんだよね。新しい教室、新しい仕事、新しい人。まだ体が慣れてないうちにゴールデンウィークが来るの。それでほっとして一気に出かけたくなるのかもね。私も学生の頃、4月は毎日ちょっと緊張してたの。でも、ゴールデンウィークが見えてくると、急に元気になる感じがあったんだよね。あと、日本は祝日がはっきり見えるのも大きいと思うの。カレンダーに赤い字が並ぶと、それだけで特別だよね。ここが休みなんだなーってすぐわかるし、家族の予定も立てやすいし、会社でもこの日なら休みやすいって空気が出るでしょ？一人だけ休むより、みんな休む方が気が楽なこともあるしね。
それって、いい面もあるし、混む面もあるし、どっちも日本らしいなーって思うの。最近の旅行の話でも、近い場所に短く行く人が多いって出てたでしょ？高いお金をドーンとかけるより、行ける日に行ける形で楽しむ感じ。車で日帰りにしたり、一泊だけで帰ったり、その選び方も今の日本の空気が出てるよね。我慢してるわけじゃなくて、その中で上手に楽しもうとしてる感じがして、それでさ、休み方にも結構性格が出るなーって思うの。ゴールデンウィークの過ごし方って本当にいろいろあるよね。帰省する人もいれば、近くのホテルでゆっくりする人もいるし、家でずっと寝るって決める人もいるでしょ？私、その家でゴロゴロもかなり好きなんだよね。でも、SNS を見ると出かけたくなるの。花を見に行ったとか、海の近くまで行ったとか、そういう写真がどんどん流れてきて、外の空気良さそうってなるんだ。今年の旅行の話でも、食べ物を楽しみたいとか、家族と過ごしたいって気持ちが多いらしくて、それを見て、なんか安心したんだよね。すごい場所に行くより、会いたい人に会うとか、美味しいものを食べるとか、そういうのが真ん中にあるんだなーって。だから、帰省もただの移動じゃないんだよね。車の中でお菓子を食べたり、眠くなって外を見たり、サービスエリアであったかいものを買ったり、あの時間も休みの思い出になるでしょ？新幹線もそうで、ホームで駅弁を持ってる人を見ると、もう連休なんだなーって思う。私、あの空気が好きなんだよね。まだ動き出す前なのに、旅がもう始まってる感じ？それで、席に座って、
飲み物を置いて、窓の外を見ると、あー、ゴールデンウィークだってなるの。ただ、その後ろには予約を取る戦いがあるわけで、そこがちょっとリアルで面白いよね。でね、そのリアルなところで最近、って思ったのがあるの。JR 東海のネット予約って1年前から取れる形もあるんだって。それを知ったとき、みんな本気だなって思ったの。ゴールデンウィークのために、そんな前から動くんだって。でも、確かに帰省ってただの遊びじゃないもんね。会いたい人に会う日だったり、毎年の約束みたいになってたりするし、だから同じ時に休むのって多分不便だけじゃないんだよね。同じ時に休めるから会える人がいるし、同じ時に街が休みの顔になるから出かける気分も大きくなるし、日本では休みそのものがみんなで作る空気なのかもって思うの。もちろん渋滞は大変だよ。満席も辛いよね。できればスイスイ行きたいし、できれば並ばずに座りたいの。でも、あの混み方の中に家族に会いに行く人とか、友達と出かける人とか、やっと休めた人とか、そういう気持ちがたくさん入ってると思うと、ただの混雑って言い切れない気がするんだよね。私、ニュースで車の列を見るたびに大変そうって思うのに少し懐かしくもなるの。多分出かける前の空気を思い出すからかな。朝の駅とか朝の道路って少し特別でしょ？まだ一日が始まったばかりなのに、もう旅の空気が出てる感じがするの。あの感じ、いいなーって今でも思うんだよね。ゴールデンウィークって毎年同じようで、毎年ちょっとずつ違う顔もあるでしょ？今年は
近くに行く人が多いとか、今年は予約が早いとか、そういう小さい変化を見るのも私結構好きで、なんだかんだ言って日本の連休って面白いなーって思うんだ。じゃあ今日もありがとう。おやすみなさーい。夜中になってくると急にお腹が空いてきちゃうことない？このまま寝るか、ちょっと何か食べてから寝るか、空腹のまま寝ようとしても、なんか気になっちゃって。で、そういう時は、カップラーメン。カップ麺って呼ぶ人もいるかな？今日は、そんな手軽で美味しいカップラーメンのお話。お湯だけあれば、すぐ食べられるし、種類もたくさんあるし。だから、うちにはいつもいくつかストックしてあるんだ。どれにしようかなって選ぶとき、ちょっと楽しいんだよね。醤油味、塩味、味噌味、カレー味。ラーメンじゃないけど、ペヤングのソース焼きそばとかも。コンビニやスーパーに行くと、本当に種類が多くて、どんどん新発売の商品が出てくるんだよね。変わった味で言うと、チリトマトヌードル。知ってるかな？日清の赤と緑のパッケージのやつ。私が子供の頃からずーっと売っていて、見るたびになんか買いたくなる。トマトの酸っぱさと辛さがちょうどいいんだよね。他にも変わった味のもいろいろあって、そこまでってなるくらいいろんな種類があるの。でも、深夜に選ぶのって結局シンプルな味だったりする。お腹が空いているだけの時はいつもの味が一番合う気がして、そういえばカップ麺ってお湯を注いでから3分待つよね。商品によっては5分だったり4分だったりするけど、待ってる時間、すごーく長く感じるんだよね。
時計を見ると、まだ1分しか経ってないことがある。蓋を半分だけ開けて、じーっと見てたりして、多分、お腹が空いているから、時間が長く感じるのかな。でも、種類の話、まだ全然できてないよね。カップヌードルってパッケージの色で味がだいたいわかるの。例えば、シーフード味は青、カレー味は黄色とか茶色みたいな。実は私、シーフード味が結構好きで、海の味がするスープってなんか他と違うんだよね。カレー味も好きで、ちょっと辛くてスパイシーで、カップ麺なのにちゃんとカレーの満足感がある。あと、少し変わったトムヤムクン味もあって、タイのスープなんだけど、酸っぱくて辛い感じ。初めて食べたとき、カップ麺でこの味が出せるんだって思った。最近は有名なラーメン屋さんとのコラボも多くて、一風堂って博多豚骨で有名なお店なんだけど、カップ麺バージョンが出ていて、食べたとき、お店の味に近くてびっくりした。ツタっていうミシュランガイドで星を取ったラーメン屋さんもあって、そのカップ麺が出たとき、話題になったんだよね。三等価っていう塩ラーメンのお店もカップ麺になってて、有名なお店の味が家で食べられるっていい時代だなーって思う。ペヤングはカップ焼きそばで有名なんだけど、超大盛りとかギガマックスとかすごい量が多いのも出しているんだよね。どん兵衛はうどんとそばで有名で、実は同じ商品でも東日本と西日本でスープの味が違うんだよね。東日本はカツオで取った出汁。西日本は
昆布で取った出汁がベースで、カツオと昆布でスープの味がかなり違くて、パッケージをよく見ると、E とか W で小さく書いてあって、E が東日本、W が西日本のやつ。同じどん兵衛でも住んでる場所によって中身が違う。日本って食の文化が東西で違うことが多いんだよね。カップ麺でも同じで、なんか面白くない？ラーメン、うどん、そば、焼きそば、全部ある。日本のカップ麺って本当に幅が広い。毎月新しいものが出てくるから、全部追いかけようとしても追い切れないくらい。どれを食べようかって考えてるだけで、なんか幸せな気分になってくる。カップ麺の世界って思ったより深いんだよね。カップ麺ってこんなに種類があるんだけど、そもそもの始まり知ってる？実は日本で生まれた発明なんだよね。1958年に安藤桃福という人が作ったのが最初なの。最初に作ったのは袋に入ったインスタントラーメン。チキンラーメンっていう名前の乾燥させた麺をお湯で戻して食べるやつ。それから13年後、1971年にカップ型が出たの。お湯を注ぐだけで食べられるようになって、それが日清のカップヌードルで、今も同じ名前で売ってる。もう50年以上ずーっと続いてるんだよね。今では世界中で食べられてる。安藤桃福さんって発明の時、庭に小屋を建てて、毎朝早くから麺の研究をずーっとしてたらしくて、どうやって
麺を長く置いておくか、どうやってすぐ食べられるようにするか、何度も試してたんだって。その話を読んだとき、すごいなーって思った。そのおかげで、今、私たちが夜中に気軽に食べられてる。なんか、ちょっと不思議な気分になる。こんなにシンプルな食べ物に、そんな歴史があるんだなって。で、その発明の考え方が広がって、今ではお湯を注ぐだけで食べられるものがどんどん増えてるんだよね。カップ麺だけじゃなくて、日清のカレー飯って知ってる？ご飯にカレーをかけたやつなんだけど、お湯を注いで待つと、ちゃんとご飯が出来上がる。最初に聞いたとき、ご飯までできるの？ってなった。春雨スープもそうで、お湯を入れるだけで、あっさりしたスープが飲めて、夜中にちょっとだけ食べたい時にぴったりで、カップ麺より軽い感じがするから、罪悪感も少ないかも。それから、ベトナムのフォーのカップ版もあって、フォーって米でできた細い麺のこと。優しい味のスープがお湯を注ぐだけで飲めるんだよね。安藤桃福さんが作ったアイデアがラーメンを超えてご飯にもスープにもアジアの麺にも広がってる。お湯があれば何でもできるみたいな世界になってきてるよね。で、全部に共通してるのが待つ時間があるってことで、カップ麺を食べるとき、日本人がみんなやることがある気がして、お湯を注いで3分待つ。3分ってなんか長く感じるんだよね。普通の3分ってすごく短いのに、カップ麺の3分だけは特別に感じるんだよね。
楽しみにしてると、時間って長く感じるのかな？蓋の上に何か重いものを乗せたりするよね。早くできるわけじゃないけど、なんか乗せたくなる。気持ちの問題だと分かってても、やってしまうんだよね。3分経って、蓋を開けるとき、湯気がふわーって上がって、いい匂いがしてきて、その時、ちょっと幸せな気分になる。待った分だけ美味しく感じる。具材はどれが好き？カップヌードルのエビって小さいけどちゃんとエビの味がして美味しいんだよね。スクランブルエッグみたいなやつもあって、あれがスープに溶けてくるとまろやかになって好き。深夜に食べると余計に美味しいのって、やってはいけないことをしてる気分があるからかもしれない。夜中に食べたら体に良くないって頭ではわかってるけど、そのちょっとした罪悪感みたいなものがなぜか美味しさに変わる気がする。ちょっといけないことをしてる感じを楽しむというか、深夜のカップ麺ってまさにそれな気がして、ちょっと悪いことをしてる気持ちと美味しさが一緒になって、あの感じが好きな人絶対多いと思う。食べた後の温かさでちょっと眠くなってくるんだよね。それもまたいい感じがして、夜中に食べてよかったなって思う瞬間かもしれない。深夜のカップ麺ってそういう小さな楽しみの一つだと思う。カップ麺って美味しくて手軽なだけじゃなくて、日本人の生活にもっと深く関わってるの。日本って地震が多い国なの知ってる？毎年たくさんの地震が起きるんだよね。だから日本では災害の時のために準備をしておく文化があって、水と食べ物を何日分か家に置いておくのがいい
って言われてる。その時に選ばれることが多いのがカップ麺。長く置いておけるし、お湯があれば食べられるし、地震があった時でも作りやすいんだよね。2011年の大きな地震の時も、地震があった地域にカップ麺がたくさん届けられたって聞いた。あの地震の後、災害への備えへの考えが強くなって、家にカップ麺を何個か置いておく人が増えたんだよね。ただ、手軽なだけじゃなくて、いざという時に頼れる存在なんだよね。もう一つ、カップ麺が大切な場面があって、日本では大学に入ったり、仕事を始めたりするとき、実家を離れて一人で住み始める人が多くて、その時、親が遠くから食べ物を送ってくれることがあるんだよね。その荷物の中にカップ麺が入ってることがよくあるの。親がカップ麺を送ってくれたって話、よく聞くんだ。インスタントだけど、家族の気持ちが入ってる感じがするよね。一人で夜中に食べるとき、実家のことを思い出したりするのかも。カップ麺って、そういう気持ちと結びついてる食べ物でもある気がして、コンビニで気軽に買えるものなのに、こんなにいろんな場面で必要とされてる。疲れた夜にも、災害の時にも、一人暮らしの夜にも、そういう時にそこにある。手軽さと長く置いておけることと美味しさが全部ある。そういうバランスが日本人の生活に合ってるんだと思う。なんかカップ麺って日本人にとって特別な食べ物だなって思う。食べるだけじゃなくて支えてくれる感じがするんだよね。話してたらまたお腹が空いてきた気がする。夜中になってくると急にお腹が空いてきちゃうって
最初にそんな話をしたけど、今夜もどこかで夜中にお湯を沸かしている人がいると思う。このまま寝るか、何か食べてから寝るか迷って、で、カップ麺を選んで、お湯を注いで3分待つ。あの3分の間、何を考えてるんだろうって思う。今日あったことかな？明日のことかな？特に何も考えないこともあるよね。窓の外が静かで、部屋の明かりだけがついてて、そういう夜中の空気で、なんか落ち着く気がして、夜中の何もしなくていい3分間。昼間にはなかなかない時間かも。3分経って蓋を開けたとき、湯気がふわーって上がって、いい匂いがしてきて、その時のちょっと温かい気持ち、ちょっと悪いことをしてる気がするけど、それも込みで好きなんだよね。毎日食べるものじゃなくていいと思う。たまに夜中に食べるから特別な感じがするんだと思う。カップ麺ってシンプルなようでいろんなものが詰まってる気がするの。お店とコラボした話、発明の話、防災の話、仕送りの話、全部カップ麺からつながってきたよね。普通に食べてるものの中にすごい話が隠れてるって、なんか面白くない？今夜、もし夜中にお腹が空いたら、カップ麺を選んで、お湯を注いで3分待ってみてほしい。その3分の間、今日の話をちょっと思い出してもらえたら嬉しいかも。じゃあ今日もありがとう。おやすみなさーい。夜の道を歩いていたら、少し先にふっと明るいものが見えて、街灯でもないし、お店の窓でもない。でも、すごく明るいの。あれ？もしかして、で、ちょっと足が止まった。近づいて、
やっとわかった。自動販売機。長いから普段は自販機で呼ぶ方が多いかな。こんな時間にこんな細い道でも絶対に動いてる。ウィーンで低い音がしてて、赤と青のボタンが暗い中でちゃんと光ってる。私以外誰もいないのに、前に立つと自分の顔がガラスにうっすら映って、その向こうにお茶とかコーヒーとかがたくさん並んでる。なんかね、ちょっとあったかい気持ちになった。誰かがここに飲み物を入れてくれてる。でも、その人には多分会ったことがない。夜の道で知らない人の仕事に出会ってる感じ。で、ふと思ったんだけど、日本の自販機の数って知ってる？だいたい391万台あるらしいの。391万って数字で聞いてもピンとこないよね。飲み物の自販機だけでも220万台くらいあるんだって。2026年、日本にあるコンビニは約5万6千。そんなコンビニの約70倍もあるのが自販機。日本の土地全部に自販機を均等に置くと、約310メートルごとに1台ある計算になるの。これってサッカーコートを縦に3つ並べた長さ。私も最初、そんなにあるの？ってなった。だから、夜の道で、こうやって光に出会うのも、たまたまじゃないのかも。日本のどこかに、いつもあの光が立ってる。歩いている人を、ちょっとだけ待ってる感じ。この前、全然知らない街を歩いてさ、地図もよくわからなくて、ちょっと心細かったんだよね。でも、自販機の光が見えたとき、なんか急にほっとして、あ、ここにもあるって。そういえばさ、自販機の前に立つたびにずっと気になってたことがあって、
同じ機械の中に冷たい飲み物と温かい飲み物があるじゃない？冷たい飲み物は青いボタン。温かい飲み物は赤いボタン。あれ、よく考えると結構変だよね。青と赤で温度が全然違う。中でどう分けてるんだろうって子供の時からずっと知りたかった。でも開けてみるわけにもいかなくてずっと想像してた。冬になると自販機の赤いボタンばっかり見てる気がする。暖かいって書いてある文字になんかすごく弱い。寒い日に缶コーヒーを買ってすぐ飲まないこともよくある。まず手で持つの。カイロみたいに手の中でくるくる回したり。あれ、私の中で結構幸せな時間かも。でも、たまに暑すぎてさ、今すぐ口に入れたら絶対やけどするやつ。そういう時はもう少しだけ待つしかなくて、早く飲みたいのに待ってる時間がちょっともどかしい。あとね、コーンスープの缶って知ってる？冬になると自販機の隅っこにいる黄色い缶。トウモロコシの粒が中に入ってる甘いスープで、飲み終わった最後に必ず粒が残るの。これがね、振っても振ってもなかなか出てこない。缶を傾けて口に当てて最後の一粒を待つ。出てこないともう一本買いたくなったりもする。夏になると赤いボタンがほとんどなくなって青に変わる。同じ機械なのに見え方が全然変わってきて、麦茶、スポーツドリンク、炭酸。暑い日の青いボタンってなんだか嬉しいんだよね。見るだけで口の中がちょっとひんやりしてくる気がする。最近は夏に冷たい飲み物をもっと冷たくして売る話も出ててさ。夏が前より暑く長くなってるからかな。気温に合わせていつもより2度とか4度冷たくなってるんだって。
そう聞いて、なんか、機械なのに気を使ってくれてるなって思った。あ、季節で中身が変わるって言ってて思い出したんだけど、自販機って置いてある場所ももうすごいことになってて、自販機って駅で見かけるものってイメージもあるけど、日本だと本当にいろんなところで見るんだよ。ショッピングセンター、学校の前、会社の中、公園の隅。でも、私が一番不思議なのは、家が並ぶ細い道のやつ。近くに店もないし、人もほとんど通らない場所。なんでここに置いたんだろうって思うようなところにちゃんと立ってる。夜にそこを通ると暗いところでポツンと光ってて、怖いまではいかないけど、なんか気になって立ち止まりたくなる。海の近くにもあるよね。風が強くて潮の匂いがしてて、自販機もちょっと白っぽくなってる気がする。夏は濡れた水着のまま水を買ってる人もいる。私も子供の時、海から上がってすぐ自販機に走ったことがあって、足が砂だらけで、機械の前まで砂を持って行ったんだよね。店員さんがいないから何も言われない。誰にも見られないで、いきなり買えるのが子供には楽だった。山の道にもあるよ。車で走ってて、急に機械の光が見えるの。こんなところにって毎回思う。近くに家も店もなくて、ただ木がいっぱいあるだけ。でも自販機だけはちゃんと立ってる。雨の日も雪の日も多分ずーっとそこにいる。そう考えるとさ、なんかちょっとすごいよね。飲料の自販機だけで約220万台あるって聞くと、その一台一台も全部つながってる気がしてくる。自分の家の近くにあるあの一台もその中の一台。誰かの山道にある一台も
その中の1台。あと、置いてある場所の選び方も結構考えられてて、人が喉乾く場所にちゃんといるんだよね。電車を待つ場所、病院の中、駐車場の近く、スーパーの前、歩き疲れた時にふっと見える。誰かがちゃんと考えて置いてくれてるんだなーって最近思うようになった。あ、でね、自販機の話でもう一つ好きなところがあってさ。私、自販機で飲み物を買う時の音が結構好きで、まず、ボタンを押す音。カチッっていう音の時もあるし、最近はピッっていうタッチの時もある。古い自販機だと、ボタンがちょっと重くて、押したぞっていう感じが手にしっかり残る。で、ボタンを押した後、ちょっとだけ間があるじゃない？中で機械が動く音。ウィーン、カチャみたいな。あの数秒、結構ワクワクしてる。そして、ガタンで飲み物が落ちてくる。これが自販機の音の主役だと思う。夜だとガタンが思ったより響くんだよね。自分しかいない道で急に大きい音がしてちょっと笑いそうになる。ほら、変えたぞって機械が教えてくれてる感じ。その後、取り出し口を開ける。パカッって軽い音がして手を入れる。冷たい缶だと指がキュッとびっくりする。温かい缶だと手のひらがすぐに優しくなる。この流れ、もう体に染み込んでる気がする。昔は小銭を入れる音もあったんだよね。チャリン、チャリンで、10円玉と100円玉で音がちょっと違う。でも今は小銭を出さないで買うことが本当に増えた。スイカとかパスモをピッてかざすだけ。スマホで QR コードを読ませて買うこともある。自販機まで
もうスマホとつながってるんだなーって。昔はポケットに10円玉があるかどうかが大事だった。今はスマホの電池があるかどうかの方が大事かも。飲み物の買い方が本当に変わってきてる。でもね、どんな買い方をしてもガタンっていうあの音はまだ残ってる。そこが私はちょっと嬉しくて。あ、そういえば買い方の話で思い出したけど、そもそも自販機で出てくるもの、もう飲み物だけじゃなくなってるんだよ。アイスの自販機は昔からあるの。いろんな色のアイスが並んで選ぶのが楽しい。子供の頃、夏に水泳を習っていて、レッスンの後、親に買ってもらうのが楽しみだったな。あとね、だしの自販機もあるの。だしって料理に使うあれね。透明なボトルに入ってて、見た目はお茶みたい。私、最初に見たとき、普通に麦茶だと思って、近づいてラベルを読んで、だしって書いてあって、ってなった。買って帰って、味噌汁に入れたら、結構美味しくて、二度びっくりしたんだよね。最近は冷凍食品の自販機も増えてきてて、餃子、ラーメン、ハンバーグ、ケーキみたいなものまで入ってる。夜中に店が閉まった後でも買えるから、多分助かってる人が多いと思う。最初はびっくりしたけど、今はもう当たり前になってる。2025年にはアサイーボウルの冷凍自販機の話も出ててさ、アサイーってちょっと甘いベリーみたいなやつ。おしゃれなカフェでしか食べられないと思ってたから、自販機で買えるって聞いて、ちょっと未来の話みたいだよね。あとね、あったかいお弁当を20秒くらいで出してくれる自販機もあるって聞いた。たった20秒だよ。それでちゃんとあったかい弁当が出てくるの。俺は見つけたら絶対試してみたい。自販機ってもう飲み物を落とすだけの箱じゃないんだなって。
あと、AI カメラを使う無人販売の機械も出てきてる。QR コードで扉を開けて、中から商品を取って、機械がそれを見てる。そして、後から自動でお金が引かれる。これはボタンを押してガタンっていういつもの自販機とはちょっと違う感じ。でも人がいない時間でも買えるっていう意味では同じ流れの中にいるのかも。そういえばさ、昔、秋葉原でおでん缶っていうのが流行ったの知ってる？缶の中におでんが入ってるの。大根とか卵とか全部缶の中。初めて見たとき、何それって笑っちゃったんだよね。でも、今になると、あれが飲み物じゃない自販機の早い形だったのかも。変だなって笑ってたものが、いつの間にか普通になっていく。日本の自販機って、こうやってちょっとずつ当たり前が変わってきてるんだなーって。あと、自販機の話をしていると、もう一つ、ちょっと真面目な話もあって、日本って地震とか大雨とかが多いじゃない？そういう時に無料で飲み物を出せる自販機が結構あるの。普段は普通にジュースを売ってる。でも、いざという時には中の飲み物を全部出せるように切り替えられる。これを知ったとき、街の自販機の見え方が少し変わったんだよね。夜の道で光ってるあの一台が、もしもの時には誰かを助ける場所になるかもしれない。あと、自販機っていつも同じ場所に立ってるから、住所を言うときの目印にもなるよね。あの自販機の角を曲がって、みたいに言ったりする。小さいけど、街の中でちゃんと役に立ってる。そう考えてから、また夜の道を歩くと、自販機がちょっと違って見える。ただ明るいだけじゃなくて、そこにいる理由があるのかも。でも、難しく考えすぎなくてもいいのかな。歩いてたら、また見えてきた。
細い道の先にいつもの光。近づくとウィーンっていつもの音がしてる。赤と青のボタンがちゃんと光ってる。今日は暖かいのにしようかな。赤いボタンをゆっくり押す。中で機械が動く音。ガタン。取り出し口に手を入れると缶があったかい。両手で持つと夜の空気がちょっと柔らかくなる。歩き出して少しだけ後ろを振り返ると自販機の光がまだそこにあって私が通り過ぎた後も多分同じようにそこにいる。明日もその次の日も誰かが通るときにちゃんと光って待ってる。そう思うとただの機械なのにちょっとだけ優しい感じがする。缶を握ったまままたゆっくり歩き出す。道は静かで自分の足音だけが聞こえる。じゃあ今日もありがとう。おやすみなさーい。